天命の S 級バルキリーの中で最も肩書きを気にしないのは彼女でしょう。長い夢から目覚めた利権は損得よりも正義のために動くの。だから自ら望んだものではなくても彼女にはその肩書きを持つ資格があるのよ。無常自在門リース賞勝たせてもらったよ。玉騎士月婚は異能タイプの氷サポーター。退去憲法を使いチーム全員に氷ダメージバフを与えるの。同時に優れた EP 回復能力を持ってるわ。攻撃ボタンまたは必殺技ボタンで通常攻撃を行い、4撃目は押すボタンによって違う技が放たれるの。4撃目発動中にもう片方のボタンを押すと3撃目につなげられるわ。通常攻撃命中時権威を獲得できるの。4撃目が命中すると獲得する権威がさらに増えるわ。権威最大値に攻撃ボタン長押しで急や王剣を放ち剣人モードに入る。その間師匠は剣の上で対敵するわ。攻撃ボタンで雲弾の方を放ち危険を生成し敵を攻撃するの。必殺技ボタンで雷霆の絵を放ち敵に突進する。3回発動すると攻撃ボタンで開封万人を発動でき EP も回復可能よ。回避ボタンで剣人の上を移動できるわ。攻撃ボタン長押しで万剣鬼神を放つと怒涛の勢いで氷ダメージを与え剣人モードが終了するの。ちなみに万剣鬼神中にキャラを切り替えた場合師匠は発動完了までその場に残るわよ。通常の極限回避後は4撃目を直接発動できる。極限回避スキルは権威を回復可能よ。剣人モード中に悲撃したら極限回避スキルを発動でき攻撃を防いで他の剣の上に移動する。チームメンバーの分岐、チャージ攻撃が命中もしくは必殺技を発動した時 QTE が発動可能になり急や王剣を放ち権威を全回復し剣人モードに入るの。三尺の水雲を断つ。まっすぐな彼女にとって物事は常に単純なのよ。怨怨の片付けも煩悩を払うのも一見のみ。必殺技ボタン長押しで退去剣気の最終奥義退去剣心を放ち高い氷ダメージを与えるの。発動後はチーム内の氷特徴を持つキャラの元素耐性貫通がアップするわ。さらに発動時に EP を追加消費することでダメージやバフ効果をより上げられるの。実戦ではチームメンバーが玉騎士月婚の QTE を発動させ開封万人で EP を回復し必殺技発動後万剣鬼神を放つ。同時に空夢逆襲の獣が出場し必殺技を発動後アタッカーに切り替えましょう。古の楽園ではまず流行の祝福を選んでその後は碧月の祝福と炎波の祝福を優先して獲得して共通刻印は戒律と黄金の2つ目の革新刻印を選び支援枠は雲木丹心と血染めのバラがいいわね。戦闘中は必殺技剣人モードを発動し雷霆の絵を3回放ったら開封万人と必殺技を放つ。あとはこのループを繰り返すといいわ。険しい道の果てで眠りについた彼女が目を覚ましたのは数百年後の世界。過去にはもう触れられないけど幸いにも彼女はまだ世界をよく知らない。怨怨の生産をした彼女はまだスタート地点に立ったばかりなのよ。